皆さんこんにちは、車愛です。本日はレクサス GX550 オーバートレイルプラスをご紹介いたします。こちらのお車は全国で限定100台のみの限定生産となっていて、5月12日まで抽選を受け付けています。今年の秋頃には通常モデルも販売予定だそうです。今回は初回限定モデルということと、先日私が購入したランドクルーザー250と兄弟車と言われているので楽しみにしていました。それでは早速エクステリアから見ていきましょう。チャンネル登録お願いします。全長 4970mm、全幅 2000mm、全高 1925mm、燃費は WLTC モードで 8.1km となります。こちらのお色はムーンデザート&ブラックで5人乗りです。車両本体価格は1235万円です。ちなみに兄弟車のランドクルーザー250と比較すると、全長は 45mm 長く、全幅は 20mm 長くなっています。最小回転半径は 6m です。エンジンは V 型6気筒インタークーラー付きツインターボでハイオクとなります。ちなみにランドクルーザー250では手動のボンネットステイでしたが、こちらはボンネットダンパーが採用されています。まずはフロントですが、横基調の大きめなマットブラックのグリルは末広がりでボディの大きさを強調していて、その下にはフロントスキット、さらにその下にはアルミプレートにアルマイト処理を施したセンタープロテクションが装備され、状態の悪い場所を走行した時に石や草から車を保護してくれます。グリルから横につながるライトはフル LED 三眼ヘッドライトと、内側にキュッと食い込みサイドへ広がるクリアランスランプ、その下には横長のウインカーとアダプティブハイビームシステムのライトがあり、下部にはフォグランプとウインカーと連動して点灯するコーナーリングランプが配置されています。グリルはマットブラックですが、ここやフォグランプ周りはツヤありのブラックとなっていて、全体的に見るとオフロード感もありつつも上品な印象のフロントデザインとなっています。次にサイドですが、サイドは全体的に角張った印象でオフロード車であることを実感できるようなデザインとなっています。ピラーはこのようにツヤのあるブラックで、ブリッジ型ルーフレールがついていて、天井もツヤのあるブラックになっています。ちなみにランドクルーザー250と比較してみると、フロントあたりを除いてはサイドミラーやドアハンドルも含めほぼ同じ形状かなといった印象です。ホイールはマットグレー塗装された18インチホイールとなります。泥汚れがついても洗いやすそうな印象です。サイドステップは LED 照明がついています。給油口は左側でこのようになっています。次にリアですが、まずはここを押すとリアガラス部分を手動で開閉することができ、最近の主流となっている横一文字のライトに2本ラインのウインカー、このウインカーのすぐ上がバックランプになります。また寒冷地仕様なのでリアフォグランプがついています。下中央にはメーカーオプションのトーイングヒッチがついていて、これをつけない場合はシルバー部分のみのフラットな形状になります。ちなみにトーイングヒッチは発注時点で選択するのですが、お値段が77,000円、そしてディーラーオプションのトレーラーヒッチが192,500円となります。それでは内装を見ていきましょう。内装は非常にシンプルで横基調となっていて、特に目を引くのがこの14インチディスプレイです。大きいので非常に見やすいディスプレイの下にはエアコンの温度調整や音量のダイヤル、その下にエアコンの吹き出し口とハザードボタンがあり、タイプ C の差し込み口、アクセサリーソケット、ドリンクホルダー、置くだけ充電があります。こちらにはモードセレクトボタン、ドライブモードボタン、操作してみるとこのように表示されます。とっても鮮やかでかっこいいグラフィックですよね。こちらは MTS ボタン。操作するとこのようなグラフィックです。これも変更したことが非常にわかりやすいグラフィックになっていますね。クロールコントロールボタンが配置されています。そして自動パーキングブレーキ、ブレーキホールドボタン、トランスファースイッチがあります。センターコンソールは飲み物を冷やせるクールボックスになっていて、今回 600ml のペットボトルを3本持ってきてみて入れてみたのですが、このような感じで余裕で入りましたので、600ml でも4本入ると思います。これは非常に便利ですね。
次に運転席周りですが、まずはハンドルはこのようにスルスルとした滑らかな肌触りのハンドルで、右側は運転支援系のボタン、左側がメーター内操作のボタンが配置されています。正面にはヘッドアップディスプレイもついています。ここで私の気になった点なのですが、ランクル250もそうですが、ハンドルが握った時にグッと吸い付く感じや、いい意味での引っかかり感がなくて、ツルツルというかスルスルーっとしているので、本気でガタガタのオフロードを走った時にホールド感やグリップ感を得られるのかどうかちょっと気になりました。例えば三菱のアウトランダーやトライトンでは握るところがエンボス加工のようになっていて、握った感じがすごく良くって、通気性も考えられているのかなと感じたので、もし詳しい方がいらっしゃったら教えてください。そして運転席から見たビューですが、非常に横に直線的に作られていて、14インチナビもメーターとつらい位置になっているので、決して視界の邪魔にならないようになっていて、これはオフロード走行時に水平感覚を把握できるようにするために非常にこだわって作られたそうです。さらにボンネットも両サイドがポコッと盛り上がっているので、車両感覚もつかみやすいような形状になっています。運転席右側はこのようになっていて、ボンネットを開けるレバー、急行のレバーがあり、ペダルはこのような形状です。運転席左側にはスタートボタン、アラウンドビューモニターのボタンが配置されています。代わって運転席上部はチケットホルダーとバニティミラー付きサンバイザーがあり、デジタルインナーミラーと室内照明、ムーンルーフ操作ボタンがあります。次にシートですが、こちらはブラック&ブラックという内装で、黒いレザーにスエードがこのように組み合わされています。そして運転席と助手席にはマッサージ機能が備わっています。このマッサージは中央のパネルで操作します。また運転席助手席ともにパワーシートで、運転席側にのみオットマンがついています。座った感じは程よい硬さと包まれ感があっていい感じです。次に運転席ドアですが、こちらも非常にシンプルな作りで、ここは硬い素材、ここは六角形の模様になっていて、窓操作ボタンはこのような感じです。艶なしの木目風なパネルがあしらわれています。ここにはマーク・レビンソンのスピーカーとペットボトルを入れられる収納があります。ドアは軽めな印象で、閉めた時の音はこのような音がします。次に後席ですが、ここには手動のサンシェードがあり、窓操作ボタンのところは木目風なパネルにシルバーのフレームで囲ってあり、スピーカーとドリンクも入れられる収納があります。後席に座った感じは、シート自体は前後に動かせないので、広く取ることは難しいのですが、背もたれを最大限まで寝かすとこのぐらい斜めになってくれるので、意外と圧迫感がなく、さらにムーンルーフもついているので開放感も感じました。ただ、シートはなかなか固めだなぁといった印象です。5人乗りですが、真ん中に長時間座るのはちょっと微妙な感じかなと思いました。そして肘置きはこのようにドリンクホルダーがついています。センターコンソール後ろ側は後席独立エアコンの操作ボタン、シートヒーターボタン、タイプ C の差し込み口が2つあります。シートポケットは左右両方についています。それではラゲッジを見ていきましょう。ラゲッジはハンズフリーバックドアなので、今回は映像がないのですが、リアバンパーの下に足を出し入れすると自動開閉できます。トナカバーも標準でついており、ゴルフバッグを実際に積んで見せてくださったのですが、奥には少し斜めにしてこのように入れることができ、手前はそのまま横に入れられて、2段重ねにすれば4つ入れられます。また2列目シートはここのレバーで簡単に跳ね上げることができて、このような感じにシートアレンジできます。ここにはドリンクホルダーもついていて、ラゲッジルーム手前側両サイドには照明もついています。本日はレクサス GX550 オーバートレイルプラスをご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。限定100台で抽選なのと、今回は特別使用者的な位置づけかと思いますので、なかなか希少ではありますが、秋に販売される通常モデルも楽しみですね。
このチャンネルでは車の紹介をどんどんしていきますので、わかりにくかった点、もうちょっとこうしてほしい、ここが知りたい、あの車を紹介してなどコメント欄にじゃんじゃん書いてくださると嬉しいです。またチャンネル登録も忘れずにお願いします。一番細かく一番わかりやすく車を紹介するチャンネルを目指していきますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。